ザミノミュージックへどうもミノです。本日はですね、イエローマジックオーケストラ、縮めて、YMO ですね、入門動画やっていきたいと思います。1978年から83年まで活動したグループです。もう本当に国内外で絶大なね、もう人気と影響を持っていてですね、特にもう国内では社会現象とね、言えるぐらいね、人気を博しました。YMO の音楽、一口で言うとテクノポップですね。すごくなんか浅く聞こえるかもしんないけど、超簡単に説明すると、この電子音がピコピコ鳴っていてですね、ちょっとなんかこの未来っぽい、機械っぽい感じの、音楽と言ったら伝わるかと思います。メンバー紹介移ります。まずリーダーでベーシスト、そして作曲も担当する、細野晴臣さん。もう言わずと知れたもう超ビッグネームですね。セブンティーズの彼の活動をね、ちょっとなんかこう、かいつまんで説明しますと、ハッピーエンドから始まってですね、もうロックにおけるこう日本語表現の改革、そういうのに、携わりつつ、その後ですね、ティンパンアレイという音楽家集団のね、一員として、ユーミンだったりね、そういったビッグアーティストのサポートをずっと、してきて、で、その傍ら、ソロアルバムをね、ずっと発表してたんですけども、70年代のね、この終わりにかけてですね、YMO、そっちの活動にシフトしていくという、ね、そういう背景があります。ちょっとね、細野さんの、紹介、より詳しく今回、説明したいんですけども、というのも彼やっぱり YMO のリーダーで、この YMO の構想の部分、そういうのをね、すごく、練ってから、バンド結成に至ってるんですね。だからここのバックグラウンド非常に大事で、ちょっとね、細かくいきたいんだけど、彼、ソロ活動でトロピカル三部作っていうね、アルバムを出すんですよ。どれも名盤です。この中で彼がすごく追求してたものが、エキゾチカというね、スタイル、ジャンルですね。エキゾってね、縮めていったりもします。これがどういうものかというと、マーティン・デニーっていうアーティストがいるんですね。このエキゾチカってそもそもアーティスト、やってるアーティストがそんないないんだけど、マーティン・デニーっていうね、すごくちょっと重要な、このジャンルで重要なアーティストがいまして、50s からですね、活動してる方なんだけど、東洋趣味っていうか、西洋人から見たアジアだったり南国、ハワイとかね、そういうのへのこの憧れみたいな、そういうのを、音楽で、やってた人がいてですね、我々みたいにね、こうアジアに住んでて、実際アジア人としてそういう音楽を聴くとなんかちょっと違和感があるんだけど、なんか海外の人、西洋人がね、こう見るアジアみたいな感じの音楽、そういうのを、エキゾチカっていうね、ジャンルで、あるんですけども、細野さんは、そこにね、すごい影響を受けて音楽を作ってました。一周回ってる感じの考え方ですよね。自分自身がアジア人なんだけど、その、西洋人が見る、アジアの音楽をやるみたいな、なんかそういうのをちょっと彼追求してた時期があるんですけども、このエキゾチカというね、流れ、ジャンル、これを、なんか電子音とかシンセとか使ってやったら面白いんじゃないかなっていうことで、YMO がスタートするわけなんですよ。こういう背景があります。で、実際このマーティン・デニーっていう、アーティストが発表したファイヤークラッカーって曲があるんだけど、それを YMO のファーストアルバムで発表するんですね。これがまた、もう、題名カバーなんですけども。そういう背景があります。そんな感じ。この細野さんの、だから、もうすごいビジョンですよね。YMO 結成に至るまでの。これをね、もう信念としてやるんだっていう、そういうこうね、温めて、アイディアを温めて、そしてスタートしてるって感じの背景があります。続きまして、キーボーディスト、そして、作曲担当の、坂本龍一さん。すごい名前が続きますね。坂本龍一さん、この時点では、もちろんね、もう当時からものすごい才能があるアーティストなんだけど、実はそこまで、一般的な知名度はなかったんですね。ソロアルバムを、1枚、本当に YMO の、このファーストアルバムの直前ぐらいに出していて、で、その他は、スタジオミュージシャンとしての活動が主でした。大滝栄一さんとかですね、山下達郎さんとか、もうほんとそうそうたるメンツと仕事はしてたんだけど、彼個人にはまだスポットライトがね、当たってない状態。そういうところから、スタートします。続きまして、高橋幸宏さんはドラム担当ですね。彼も、もうセブンティーズのね、もう前半からですね、サディスティックミカバンドというバンドでドラム叩いてまして、イギリスでレコーディングとかライブとかもね、もうね、経験したことがあるっていう、そういうちょっと国際感覚も備わってる人ですね。彼のね、もうドラミング、本当に YMO の中でも、めちゃくちゃ重要なポジションなんですけども、もう一つ、ちょっとね、メンションしておきたいのが、彼のこのファッション面での貢献ですね。スタイリストとして、YMO のね、衣装、デザインしてました。YMO のこの有名なね、アイコニックな赤い人民服という服。
はい。そしてテクノカットですね。そういうののディレクションをね、高橋さんされていたということで、はい。音楽面だけじゃなくてですね、ファッションの部分でも、非常にね、大きい仕事を、しました。そんな感じのもう超、最強の、夫人、3人の夫人でございます。続きましてちょっとね、他にも、アディショナルとして、関わってたミュージシャン紹介したいんですけども、まず、松竹秀樹さん。彼は YMO のライブ、特にライブでですね、シンセのプログラミングを担当しました。これめっちゃ大事な、ポジションなんですよ。当時のシンセって結構なんかじゃじゃ馬で、使いこなすのが難しかったんですよ。この温度とかで、機嫌悪くなっちゃったりとかしたりとか、一つのこのなんか機械で、今のシンセみたいにたくさんのことを処理できないっていう時代だったから、こういうプログラミングをね、する人がいたんですね。はい。彼もう本当にね、大きい貢献をしました。はい。そして矢野明子さん。矢野明子さんね、YMO のね、ライブでですね、コーラスと、キーボードを弾いてます。他にも大村健二さん、そして渡辺克美さんがですね、ライブでギター弾いてるんですね。結構だから関わってる人、すごいよね。本当にオールスターって感じじゃないですか。そして、極めつきに、細野さんのこの最初の構想では、横尾忠則さんをね、4人目のメンバーとして加えるっていうアイディアもあったらしいんですよね。これは本当に直前で亡くなっちゃった話なんだけど、だからなんかちょっとそういうところからですね、YMO のこのなんか視野の広さっていうか、音楽だけじゃなくてですね、この技術面の革新もそうだし、この美術とのね、接点も持ってなんか活動していこうとね、してたっていうのが伺えるかと思います。はい。ちょっとね、熱が入って、長いね、メンバー紹介になってしまいましたけども、はい。じゃあヒッチョアルバムの紹介に移りたいと思います。はい、じゃあまずですね、ヒッチョアルバムの1枚目、こちら、はい、イエローマジックオーケストラバンド名と同名のアルバムですね。日本の批評とかだとこのアルバムよりも他のアルバムをマストで上げてるのをね、よく見る気がするんですけども、絶対に俺このアルバムは外せないと思ってます。はい、そして入門用にもね、うってつけだと思ってます。それはなぜか、細野さんのですね、先ほどもね、申し上げました、結成当初のこのエキゾチカとかね、そういうののコンセプトで、最もちゃんと受け継いでるのがこのアルバムだと思います。はい。名曲も本当にたくさん入ってます。コズミックサーフィンってね、曲あるんですけども、これ、電気グルーヴさんとかね、最近だとパソコン音楽クラブさんとかもね、カバーしていたり、あとはトンプとかですね。あとそしてマーティン・デニーのファイヤークラッカーのね、もう本当に非常に秀逸な、カバー、これら収録されてます。はい。ぜひ、聴いてほしいですね。マジで名盤です。もうこのアルバムはもう本当にですね、成立当初のヒップホップとかにもね、影響を与えたアルバムなんですよ。アフリカ・バンバータとか、ね、そういうヒップホップのもう元祖みたいな人たちがこのアルバムをね、めちゃめちゃ聴いてたんですね。ブロンクスとかでね、アフリカンアメリカンの方が、このアルバムで踊っていたってね、そういう事実があります。そして、こちら、2枚目のソリッドステートサバイバー。これは最高傑作に上がることが多いアルバムですね。最も聴きやすいアルバムだと思います。名曲いっぱい入ってます。テクノポリスとかね、ライディーンとかね、本当に皆さん、聞いたことあるね、曲が入ってると思うんですけども。これはもうね、マジで外せないですね。邦楽全体でも外せないアルバムだと思います。一個ね、ちょっと、指摘しておきたいのがですね、ファーストアルバムはこのエキゾチカの、ニュアンスが強いアルバムだったと思うんだけど、このセカンドではですね、東京とか都会とかでそういったものへのアイデンティティになんかより接近してる感じになるんですね。ちょっとだから、ニュアンスが違うんですね。テクノポリスというね、大名曲。これもドア頭からトキオって言うんですけど、そういう開始で。だからなんかこのね、西洋人を通してのアジア感っていうよりはもう、自分たちがこのね、東京に住んでて、フィルターなしで自分らの音楽をやるんだっていう感じのアイデンティティにね、変わったっていうのは一個言えると思います。ファースト、セカンドどちらとも大名作なんで、ぜひ聴いてほしいです。続きまして、ネクストステップですね。ちょっと2枚並べて紹介していいですか？こちら。BGM そしてテクノデリックというアルバムです。はい。ね、ヒッチョアルバムで上げた2枚よりも実はコアな YMO ファンからしたらですね、この2枚の方が評価高かったりします。人によると思うんですけども。YMO ね、もうソリッドステートサバイバーがもうその年で一番売れたアルバムとかにね、なっちゃうぐらい売れるんですよ。もう社会現象ですね。もう YMO のメンバーもなんか、ここまで来たらなんかやりたいことやっても売れんじゃねみたいになってきて、結構ディープな作風に変わります、こっから。かなりね、先鋭的な内容になるんですよ。でも
YMO がもう今日までもう非常に評価高いのはやっぱりこういったね、もう、アート志向の、硬質な、ね、そういうアルバムを出してきたからっていうのがあると思うんですけども。だからですね、とっつきにくさはぶっちゃけあります。いきなりこっから入ると結構しんどいと思うんですね。でも、もう本当に何度もね、聞いてももう全然もうこの鑑賞にね、耐えうる作品というかですね、非常に深みのある、2枚です。この時期そしてですね、だんだん、細野さんと坂本さん、ちょっとこの音楽上での、考え方とかで対立するようになってきて、なんかそういうこのギスギスした感じもある時期なんですよね。その辺も面白いです。はい、これらのね、アルバムね、ほんとぜひ聴いてほしいですね。BGM からね、長谷川博さんが Q っていう曲カバーしてます。それも聴いてほしいな。本当にだから現代までね、影響をね、与え続けてるアルバムです。はい。そして、もう一枚こちら。これライブですね。パブリックプレッシャーというアルバム。これは、初期の YMO の、集大成的なライブと捉えてもいいと思います。エレクトロニックな、音楽をライブでどうやるんだってね、皆さん思うかもしれないんですけども、YMO はもう本当にライブでもすごいんですよ。めちゃくちゃかっこいい。はい。そして、一個ね、面白い点が、もともとこのライブ、ギタリスト、渡辺克美さん帯同して、やったものなんですけども、ちょっともろもろの事情でですね、レコード版だと彼のギターソロ全部カットされてしまうんですね、大人の事情で。それを坂本龍一さんが、スタジオ戻って、このオーバーダブで編集し直してっていう、作業を経たアルバムなんですよ。だからこのなんかライブの躍動感と、なんかスタジオで作り込んだ感じ、両方楽しめるアルバムなんですね。で、これ非常にいいです。名曲もね、網羅できるっていう感じで、はい。ぜひぜひ聴いてほしいね、アルバムですね。はい、そして、最後、YMO をより楽しむためにはちょっといろいろ tips を紹介したいんですけども、何度もね、申し上げてますけども、YMO も社会現象と言えるぐらいのね、人気だったんですね。テクノ歌謡というジャンル。これ、ぜひ YMO にね、触れたら、そっちも聞いてほしいなと思います。Apple Music にですね、テクノ歌謡というプレイリストあります。これ聞くとですね、当時のこのヒット曲がもういかに YMO に影響を受けてたかみたいなのね、伺えると思うんで、ぜひそっちもね、聞いてほしいなと思います。あれですね、邦楽のでもね、一個のこの歴史として非常に面白いなんかモーメントだと思うんですよ。名曲いっぱいあります。他にもですね、細野さん、並行してソロアルバム出してるんですね。SFX というアルバム、そしてフィルハーモニックというアルバム、この2枚、細野さんのこの、ソロの、カタログの中でも非常にテクノポップ路線といいますか、この2枚もね、名作だからぜひ機会があったら触れてほしいですね。そして、矢野明子さんの、ご飯ができたよというね、アルバムがあるんだけど、これ、もうめちゃくちゃ名作なんですけど、坂本龍一さんプロデュースで、YMO のメンバー、全員参加してるんですよ。これやばいでしょ。これはもうね、ぜひ聴いてほしいですね。もうYMO のカタログに含めることはできないけど、なんならちょっと必聴アルバムのね、項目にぶち込みたいぐらい名作なんですよ、これ。これもう本当にぜひ聴いてほしいなと思います。そして、教授の坂本龍一さんの、ソロアルバム、YMO のファーストを出す、もう本当直前にね、リリースした千のナイフというね、アルバムがあるんですけども、これもね、名作なんですね。もう当時は本当に1000枚とかしか売れなかったらしいんだけども、これも本当に邦楽史に残るアルバムで、後の YMO の路線をなんかこう予感させるような、作品なんで、ぜひ触れてほしいなと思います。もうだからあれなんですね、YMO を好きになったらもうめちゃくちゃいろんなとこにね、広がれるんですね。細野さんのね、ソロの方にね、行ってもいいし、ね、坂本さんのね、その後の活動とかに行ってもいいしね、もちろんね、高橋さんの活動もそうですけども、もうね、YMO ぜひぜひぜひ、この機会にハマってもらえたらなと思います。はい、そんな感じで。それでは、君の